IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は IKEA の注目の新商品とクリスマス関連アイテムも購入したので、そちら紹介します。新商品はときめくものが出ています。ディスプレイもすごい可愛いので、ぜひ一緒に見ていってください。では行ってみましょう。まずはキッズエリアなんですけども、これは大人もときめきませんか？人形と家具のセットが出てるんです。しかも一つはベッドルームセット、そしてもう一つはリビングルームセットとなってるんです。でしかもこの家具のデザインがちゃんと IKEA の家具のモチーフになってるんですよ。これが IKEA 好きとしてはたまりません。オンラインで見た時はレゴサイズなのかなと思ったら、シルミヤ系より少し大きめでした。この IKEA で売ってるドールハウスにぴったりです。逆にこの IKEA のドールハウスじゃなかったら結構大きいですので合わないかもしれません。このドールハウスは IKEA で長く販売してますけども、とっても可愛いですよね。秀丸さんが洗面所の収納棚に使われているのがとっても画期的だなと思います。これはめちゃくちゃときめきますよね。ドールハウスじゃなくても飾り棚にこのミニチュアの家具飾ってもすごく可愛いなと思います。大人一人でちょっと座らせたりしてみましたけど、動きはとてもスムーズでした。硬かったりはしなかったです。これから年末ですし、クリスマスプレゼントなんかにもいかがでしょうか。こちらも子供向けのアイテムなんですけども、サバンナがモチーフのコレクションが新しく発売されました。ぬいぐるみにいろんな種類が追加されています。キリン、チンパンジー、サイもあります。あとミーアキャットが自立するのがすごく可愛かったです。チーターもいました。IKEAのぬいぐるみは洗濯できますし、誤飲防止のためにプラスチックの部品ではなく刺繍で目を作られていたり、安全性に配慮されていますのでプレゼントにもおすすめです。こちらはチェアカバーなんです。IKEA の子供用スツールにかぶせて使います。以前これのキノコバージョンが発売された時はすぐに売り切れたぐらい人気の商品です。今回はベージュのキリン柄とモノトーンのシマウマ柄の2種類が発売されました。ふっかふかですし、尻尾がついているデザインがとっても可愛いです。今この装着されているのはフリサットというスツールです。パイン材で角が丸くなっているデザインでとても可愛いです。うちにもあります。あとマンムットシリーズにもこのチェアカバーは合うみたいです。このサバンナシリーズはこれ以外にも収納ボックス、デコレーションのステッカー、またラグなどいろんな種類が発売されています。絶滅危惧種がテーマになっていて、関心を持ってほしいという狙いがあるみたいです。でこのサバンナシリーズではないんですが、こんな小さいぬいぐるみも新しく出ました。以前から販売されているミニミニサイズのものより一回り大きくなっているような気がします。ポケットサイズなのでどこにでも持ち運べて可愛いです。オランウータンは座れなくてこう寝ちゃうんですけど、とても可愛いです。こちらも洗濯機で洗うことが可能です。こちらのルームセットに話題の新商品がディスプレイされているので見ていきましょう。こちらのベッドスプレッドのようにかけてある毛布なんですけども、ポコポコしたデザインがとっても素敵です。少し前の YouTube でも紹介したんですけども、すごく反響がありました。実際にこんな風に使うととっても可愛いですね。大きさ2種類あるんですけども、こちらは150センチのタイプです。シングルベッドにぴったりですね。ポリエステル 100% でふわふわで触り心地がとてもいいです。本格的に寒くなってくると売り切れちゃいそうなので早く買っとかないとなぁとそわそわしています。次はキッチンコーナーの新商品です。オーブン皿なんですけども、とても可愛い色のが出てました。こちらはホワイトとブラウンの2色セットになっていて、デザインもシンプルでとてもいいなと思いました。かなり大きめですのでサイズ感お間違いのないようにしてください。こちらライトグリーンの方も以前からあるオーブン皿の新色です。色めちゃくちゃ可愛かったです。こちらは 30×20 センチとなっています。でどちらも食洗機対応となっています。これは横浜店だけかもしれないんですけども、オーブン皿が普通のお皿とちょっと離れた場所に置いてあるので、こういう大きめのお皿もですねうっかり見逃すんですけど、青果コーナーあたりにあります。
ワイングラスに新商品が出ていました。でシャンパングラスも出てるんですけども、こちらシャンパングラスで隣のがワイングラスですね。どちらもセット売りではなくて単品で買えるようになってました。足がグレーになっていてちょっとかっこいいデザインとなっています。これからパーティーシーズンですから良さそうですね。 IKEA のクリスマスツリーを紹介したいと思います。去年ぐらいからクリスマスツリー結構良くなってて、枝の密度が増えてまして可愛くなりましたし、さらにこの低価格なので結構おすすめできます。大きさは3つありまして、こちらは150センチタイプです。横幅もコンパクトなので他のに比べて飾りやすいと思います。お値段びっくりですよね。今年のツリーマットチェック柄ですごく可愛いんですよね。はい、でこちらが180センチタイプです。私も IKEA の180センチタイプちょっと前のものなんですけども使っています。緑の密度が増えて濃くなってますし、木もちゃんと毛羽立ってるのがすごいなと思います。また180センチもこんなにねコンパクトになるんですよ。ちょっと後でうちの収納しているところも紹介します。180センチあるとオーナメントもどんなものが来てもだいたいバランスよく飾ることができて毎年楽しめています。今年のツリーのトップっていうんですかね、サンタ帽子めっちゃ可愛いんですよ。あれを雪だるまみたいな白い花瓶と合わせて使うとめっちゃ可愛いディスプレイになるっていうのをインスタの DM で教えていただきました。天才じゃないですか。で一番大きいのがこちらのタイプです。210センチです。奥に見えるツリーは台に乗っかってるのでちょっと大きく見えます。こちらですね。このオーナメント、雫型のオーナメントとっても可愛いですね。210センチタイプは高さも大きいんですけど横幅もかなりボリューミーです。210センチでこの価格で買えるのやっぱ IKEA すごいなと思います。今年のオーナメントなんですけどもちょっと赤系が多いのかなっていう気がします。あと大ぶりのものも多いなっていう印象です。こちらのツリーは180センチタイプかな。ちょっと違ってたらすみません。大ぶりのオーナメントともバランスが取れてます。こちらは150センチタイプです。ツリートップこちらも可愛いですね。お菓子っぽい。でうちもツリーを出していきますのでオーナメント、おすすめのオーナメントも合わせて紹介していきます。子供が率先してやってくれました。こちらスクープの一番小さいサイズです。こちらにツリーとその他ランプシェードなども一緒に入っています。電球とかも結構ねグイッと思いっきり曲げると入るんですよ。最近のはね枝が増えているのでちょっとわからないんですけど、このようにスクープにしまうと縦型収納ができるのでクローゼットの天袋に収納しやすいです。まずは1つ目、リボンのオーナメントを購入しました。店舗の映像でもたくさん登場していましたけども、こちらこんなコンパクトなんですよ。そしてめちゃくちゃ簡単でした。軽く広げるだけでもう出来上がり。シーズンオフの時にねこんだけちっちゃくなるのはいいですよね。子供でも簡単に作れますからとても楽しめる飾り付けだと思います。軽いので飾りやすかったです。それでいてインパクトめっちゃありますしコスパのいいオーナメントだと思います。続きましてはめちゃくちゃ大きいオーナメントも購入しました。オンラインで見た時から絶対これ買うと思ってたんですけど、いやめちゃくちゃ大きいですよね。まあその大きいのが可愛いって感じです。見慣れた今はツリーのサイズが小さいとちょっとバランス取りにくいかもしれません。今年はテーブルクロス、ラッピング用品などもこのチェック柄がモチーフになっています。そしてもう一つドーナツ型のオーナメントも買いました。ドーナツ型って天才ですよね。めちゃくちゃ可愛いです。このように紐がついていますので紐を通して使います。一時昔あったプラスチックのフックよりも割れないですし紐の方が扱いやすいなと個人的には思ってます。このようにマグカップホルダーに引っ掛けるのもすごく可愛いなと思いました。これすごくいいなと思ったオーナメントがありまして、でこれじゃないんですよ。これは数年前に買ったものなんです。すごい卓上サイズのクリスマスツリー用に買ったんですけど、これと似たようなものも出てるんですけど今年はですねこう紐でつながってるタイプも出てたんです。これだと巻きつけるだけで飾れるんで、このちっちゃいサイズ結構引っ掛けるの大変なんで
これめっちゃいいなと思いました。ちょっとハエ縄漁みたいですけど、いや画期的で可愛いなと思います。あとやっぱりデコレーションしてて思ったのが、このリボンがやっぱ可愛いなと思います。紙製なので本当に消耗品だと思います。クリップがねついてて飾りやすそうです。あとこちらは去年買ったんですけど、今年も似たようなものが出ています。紙製のオーナメントなんですけども、繊細なデザインでとても素敵です。今年のは3種類の形になってます。こちら店舗で実際に飾ってるツリーがありました。ゴールド系のツリーですけども、すごく素敵ですよね。シルバーやホワイト系のツリーにしたい方におすすめとなっています。こちらのツリーは210センチタイプですのでかなり大きいです。でこの紙製のオーナメントなんですけども、ツリーに飾らなくてもこんな感じでトレイに乗せたり並べたりしてもとっても可愛いです。こちらのトレイも IKEA の今も売ってる商品です。このようにフリーザーバッグで収納しているんですけども、やはりね一つかな、今年は割れてました。毎年ね1個2個割れてます。消耗品ですよね。なのでこうして毎年オーナメントを買うわけです。結構ね落としたりすると結構すぐ割れちゃうので取り扱いはご注意ください。あと、チェーンライトですね。これも結構おすすめで、今年も似たようなタイプが出ています。ライトが200粒のものと100粒のものが販売してまして、うちのは100粒タイプです。こちらのライトがおすすめなポイントはコンセント式なことです。電池式より気兼ねなく使えるので、私はコンセント式が好きです。光り方もとっても綺麗です。毎年人気の星のライトですけども、コードセットで吊り下げることもできるんですけども、スタンドを使って飾ることもできます。スタンドを使って飾れるのは多分小さいサイズの星だけかなと思うんです。多分うちはこの45センチタイプのを使っています。スタンドは同じストローラの商品名で売ってますので探してみてください。電球も別売りになっています。 E17 タイプで好きな色のものを買ってください。このようにフレームを設置しまして、電球を設置してかぶせるだけです。下にこのような金具がありますので、ここをシェードの下に引っ掛けます。これで完成です。吊り下げタイプの方は今年はこのダイヤモンド型のを設置しています。こちらの設置方法は前回の動画をご覧ください。これで大きな星を飾るのもとっても素敵です。一旦こんな感じで今年のクリスマスデコレーションを行いました。テーブルクロスは今後壁に設置したりしてみようかなと思ってます。この LED ランプの光り方がねとっても好きなんですよね。チェーンライトおすすめです。あと今年はですねチョコレートも購入してみました。サンタの包み紙に入ったチョコレートです。12粒入ってました。ポーランド産のチョコレートということなんですが、とても可愛いです。味はかなり甘めでした。もう一粒で十分っていうぐらい、気長に楽しもうと思います。オンラインではお菓子類は食品は購入できないので、店頭に行かれた方はお菓子類もチェックしてみてください。店舗のクリスマスデコレーションを一緒に見ていきましょう。こちらのルームセットでは星のランプを2個吊り下げています。結構カーテンレールとかに設置していらっしゃる方も多いですよ。クリスマスツリーですけども、この LED のやっぱりチェーンライトすごく綺麗じゃないですか。やっぱねこれは買った方がいいと思うんですよね。毎年使えますし、この何気にパーソナルチェア脇に置いてあるワゴンの使い方が好きです。もう天板の上にティーセットを置くのいいですね。こちらのルームセットは前回か前々回ぐらいにも紹介したルームセットなんですけども、すっかりクリスマスムードになっていました。10畳のお部屋です。ちょっとコンパクトなお部屋ですので、クリスマスツリーも150センチが飾られています。
チェアパッドも赤色になっていたり、テーブルクロスも赤だったり、すごくクリスマスらしくなっています。で、奥のキャビネットの上に、さっき私のお家でも紹介したのと同じスタンド式で飾っている星のランプがあります。あとこちらの紙のツリーも収納時ぺったんこになってとてもおすすめです。この赤色のトレイめっちゃ可愛いんですよ。ボタンモチーフになっていてすごく可愛いです。ずっしり重さがありました。こういうキャビネットの上ってデコレーションしやすくて楽しいですよね。ツリーが150センチとコンパクトなタイプなので、ソファーの横にすっきりと収まっています。今年はやっぱり赤系のデコレーションが多くなっている気がします。続きましては新商品の紹介です。注目のダイニングセットが新しく出ています。デザインがとてもシンプルなんです。カラーリングがちょっと個性的で2色展開なんですけども、すごくねモダンな雰囲気がして素敵でした。このどちらもねすごいテーブルもチェアも直線的な衣装が素敵です。でこちらはベージュ色なんです。チェアはクッション座面になっていて、ベージュの方は洗えるって書いてましたね。ブラックの方は合皮となっています。座面は46センチなのでちょっと高めですね。チェアはブラックもベージュも素材がパイン材となっています。なのでこの価格で作れるんですね。カラーとデザインでそんな安っぽく見えないのがすごいなと思います。ダイニングテーブルは伸長式タイプもあります。これは人が来た時なんかに便利な機能です。またこちらのベンチもあります。ベンチがまたすごくシンプルなデザインなのでダイニング以外でも使えそうです。玄関とかね、下は収納にもできそうですし、このダイニングチェアクリル棒との組み合わせもとても素敵です。出来たてほやほやのディスプレイがありました。なんと可愛いんでしょう。ワゴンがネイビーでいいアクセントになっています。そしてこの食器ですけども、私がずっと欲しいなと思っているシリーズのプレートが出ていますね。こちらのマグカップをやっぱりね買おうと思ったんですよ。前々回の動画で背中をコメントで押していただきましてそしたらやっぱ売り切れになってたんですよね。もうこれだから IKEA は怖いです。こちらのシェルフはイーバルシリーズですけども、なんと値下がりしましたね。びっくり。 IKEA 結構値段変わるんですよ。イーバル狙ってた方本当今チャンスです。やっぱこのパイン材の無垢な色と白い食器の組み合わせ本当可愛いです。で皆さん気になったと思うんですよ。こちらのペーパーナプキンホルダー、こちらクリスマスのコレクションとして出たんですけども、こう赤色のナプキンを挟んだ時のこの柄が浮き出てる感じが可愛くてとてもいいなと思いました。すごく映えますよね。食卓が華やかになりそうです。2年ぶりにコジマジックさんが我が家に来てくれました。でもないです。こちらこそありがとうございます。まあきなお宅ですよ。ありがとうございます。2年ぶりですもんね。2年ぶりに来ていただいて、いやいろいろ変わって変わってますかね。変わってる。すっげえ楽しい。もうずっと喋ってますよねいやめっちゃ喋りましたね本当に。ずっと喋ってる。飽きない全然。コジマジックさんのチャンネルで我が家のおすすめ IKEA アイテムや収納のあれこれを紹介していますので、ぜひコジマジックさんのチャンネルご覧になってください。クリスマス使用前の紹介していますので、コジマジックさんもすごい IKEA お詳しいのですごく楽しかったです。最後までご覧いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。